はい、おはようございます。今日は2024年の10月4日です。歩き遍路8日目の朝ですね。ちなみに時刻は午前7時半ですね。で、ちょっと天候の関係だったり膝の調子が良くなかったりで2日間徳島市内で足止め食らってたんですけど、今日からねまた歩き遍路再開していきたいと思います。で、一応今日の予定なんですけど、約ここから11キロ先の18番恩山寺に向かって歩いていって、そこからさらに4キロか5キロ先の19番達栄寺で、それが終わったら次の覚林寺に向かう途中で、どっか野宿できるとこ探して、泊まろうかなという、そういう予定です。ただちょっと見ての通り天候がかなり良くないんで、行けるとこまでちょっと頑張って歩いていこうと思います。ちょっと晴れてきたんでポンチョ脱ぎました。もう暑くて着てれないです。だいたい予想はしてたんですけど、ポンチョ着てなかったら表面が濡れる、ポンチョ着てたら暑くて中が汗で濡れるっていう、もうただそれだけの気がしますね。恩山寺まであと 5.5 キロです。やべえ、見てこれあっちの奥の方にハローズ見えてきたで。いやー頑張っとるなハローズ。俺嬉しいわ。なんか徳島県まで進出しとったんじゃね。霧ヶ本遍路休憩所、ちょっと入ってみます。めっちゃいいとこ、ありがたい。ちょっと休憩させてもらおう。よいしょ。なんか2日休んだのが良かったのか、今日めちゃくちゃ歩けますね。恩山寺までね、多分あと2キロぐらいのとこまで来てると思うんですけど、10キロって言ったらね、いつもだったらもうヘトヘトになりながら歩くんですけど、今日はもう楽勝ですね。まだまだ歩けそうな気がします。休むのってね、結構勇気がいるんですけど、大事なんだなって今すごい痛感してますね。雲行きがかなり怪しくなってきて、雨がパラパラ降ってきてるんですけど、恩山寺まであとちょっと耐えてくれ。さっき手前のバス停で雨宿りしてたら、なんかバルセロナから来たっていう50代ぐらいのマダムに今日の夜のホテルを予約してくれないかって言われて、結構そこでね時間食ったんですけど、もうちょい着きます。すごいっすよね、ほんと外国から日本語も全然喋れないのに来るっていうのは、自分たちがね逆打ちして回るより100倍きついと思うんで、極力ね外国人の方には力を貸そうと思ってます。はい、着きました。四国第18番札所恩山寺です。行ってきます。はい、じゃあ今18番の恩山寺出て19番の達栄寺に向かってます。だいたいここから4キロぐらいなんで、1時間ちょっとあれば着くんじゃないかと思います。ちなみに今時間は12時前なんで、ここの恩山寺なんですけど、すりげさだったかな、すごい有名なお守りがあって、ここでしか売ってない伝説級のお守りらしいんで、一つ買っときました。せっかくなんでね。で、来る途中にですね、ホテルの予約をしてあげたバルセロナから来てるマダムがね、次の寺まで一緒に歩いていきたいっていうんで、今一緒に来てます。はい。ジャパングッ。横浜か。What's your name? Yokomoto. 横山。Yokoma. Very good. てな感じで今2人で19番に向かいます。19番達栄寺歩き遍路はこっちです。これ有名なルートですね。はい、牛さんがいっぱいいますね。こんにちは。バカ？ああ、ムー。遍路道は一応こっちなんで、こっちに行きます。なんか衛生上の観念でこっちに近づいちゃいけないんじゃないんで、そのままこっち行きます。見るだけです。おー、これはちょっとなかなかハードですね。
雨でぬかるんでるんで。そして19番達成寺はこっちですよと。達成寺まであともうちょっとなんですけど、遍路小屋が出てきましたね。遍路小屋お経図鑑第48号ですね。こんな感じの遍路小屋なんですけど、このね横のところにこんな感じで石碑があるんですよね。これ何かというとお経塚っていうもので、昔ねお経さんっていう人がいたらしいんですよ。でその人が不倫したらしくて、不倫相手と一緒に自分の旦那を殺して、その罪滅ぼしに遍路をしてたっていうことがあるらしいんですよね。でその結末はいかにってなると思うんですけど、その答えはね次の達成寺でわかるんで今はちょっと置いときます。そしてこの下にあるのがこれですよね。結婚相手探します。ネタにしか思えんっていうね、面白いですね。行きましょう。すごい。いや自分はもう覚林寺下ぐらいで、どっか野宿。遍路小屋ですよね。あっこ10キロぐらいですここから。はい。あの辺までちょっと頑張りたいな。Por favor, ¿cuándo puedo a la vuelta ya instalarme? ¿No? 戻って落ち着くことができたらお願いします。OK。¿Ya? これすごいだろ。すごい。便利だったっすね、本当。これはまあ修正78だ。This is a pen。もうここですね。船の里っていう宿です。いいとこだね。はい、到着です。四国第19番札所達永寺です。はい、達永寺今一通りお参り終わったんですけど、この太子堂の横にね、これです。この黒神堂っていうちっちゃいお堂があるんですよ。これね、何かと言いますと、ここに来る途中にですね、お経塚っていうのがあったじゃないですか。そのお経さんなんですけど、地図の旦那を一緒に殺害した不倫相手と一緒に、罪滅ぼしに五四国遍路回ってたじゃないですか。で、その時にこの達永寺に来た時に、自分の髪の毛が一気に逆立って、本堂の多分なんかガーンってやる紐、あれに結びついて頭皮が全部剥がれちゃったらしいんですよ。で結局ここの住職のお祈りによって一命は取り留めたみたいな感じだったと思うんですけど、自分もあんま詳しくは覚えてないんで、はっきり知りたい方はぜひちょっと自分で詳しく調べてみてください。でその時にこの本堂にガーンってやる紐、あれにこう髪の毛がガーって絡まってるじゃないですか。それが今この中にあるんですよ。なんで黒髪堂って言います。じゃあお見せしましょう。結構グロいんで、こういうの苦手な人は 3,4 回ちょっとぴょんぴょんぴょんってやって一気にスキップしてください。じゃあ行きます。はい、どうだったでしょうか。信じるか信じないかはあなた次第ですけど、これが黒神堂です。だからこのお寺達永寺はね、悪い人は通れないお寺って言われてるんです。だからここに入れる人はみんないい人、つまり俺もいい人です。じゃあ次行きましょうか。バイバイ。またね。See you. Buen camino. Buen camino. Good luck. はい、時刻は1時55分ですね。今達永寺出て、さっきのバルセロナから来たっていうマダムともお別れしてきました。とりあえず自分の方としましては、今日行くところが達永寺までだったんで、ここで一応終わりなのは終わりなんですけど、ルート的にはね、明日がきついところなので、もうちょっとね先に進んどきたいんで、今が2時ぐらいなんで、10キロぐらい、そのぐらいは歩いて、その近所で野宿できるとこ見つけて、ご飯作ってね寝ようかという、そういう感じです。なんでね、達永寺出てからこんな感じで
ちょっとね雨もひどくなってきたんですけど、行けるとこまで昨日休んだんでね、それに足もねまだまだ全然行けそうな感じなんで、今のうちに歩いてきます。はい、さっきまでね向こうの方にある県道沿いの道を歩いてたんですけど、ちょっとね単調で飽きてきたんで、途中からこれですね、はい、旧遍路道新年古道ってやつですかね、こっちの道ちょっと歩いてみようと思います。池だ、見てみてこれ、遊泳禁止、釣り人に関してはもう立ち入りすら禁止ですからね釣り禁止じゃないですよ、釣りする人は立ち入り禁止ですからね。なかなか厳しいじゃないですか。好きですよそういうの。道的には完全に国道の方が楽なのは楽ですね。ただこっちの方が圧倒的に歩いてて楽しさはあります。ただきつい。マジか、結構登らすな。舐めとったわちょっと。これは明日のカプリン寺に向けての前哨戦ですね。2日休んだんでこれぐらいの試練を受けましょう。きっちこっちかで、こっから下山の方向ですね。いい、こういう切れ間から見える山の景色すごい好きですね。はい、また県道16号線ですね。なんか新年遍路道もきつかったのが最初の竹林のとこだけでしたね。もう全然それ越えたら普通の道でした。というわけで残り鶴林寺まで9キロ、今日はね一応ゴールはひなの里勝浦っていう道の駅を目指して歩いていこうと思いますんで、道の駅付近で野宿しようと思います。いやー、なんか出発した当初はすごい軽快だったんですけど、やっぱこの辺まで来るとさすがにちょっと疲れてきてますね。で、今日ねホテル出る前に膝と足首テーピングで結構ガチガチに固めたんですけど、やっぱちょっと痛くなりつつありますね。足が痛い。最後の最後、もう膝と足首が今激痛で、全然ちょっと歩くスピードが出せれてないのに雨降ってきた。もうやばい、きついわ。くっそ、本当にあと多分2キロぐらいなんだけど痛え。痛い。着いた。ここがひなの里勝浦っていう道の駅ですね。いやー疲れた、マジできついわ。疲れたっていうか足が痛い。体力的にはまだ全然大丈夫だけど足が激痛、ほんといって。そして今日はここじゃ、遍路小屋勝浦第11号、ここ行きましょう。いって、ちょっとここをお借りして今日は一泊します。結構濡れたな。めちゃめちゃじゃん。じゃあ到着直後のブラックコーヒーいただきます。うまーい、めっちゃうまいやんけ。染み渡るわ。雨に濡れてちょっと冷えた体にこのあったかい一杯のコーヒー、本当に染み渡る。めっちゃうまいわ。うまい。いやー、でも今日ねいろんなことがありましたね。マダムの件もそうなんですけど、実はね今日初めて自分の視聴者さんが探してですねお接待しに来てくださいました。しかも2人です。もう本当にありがとうございます。まず1人目の方なんですけど、恩山寺の駐車場でリアルスパチャしてくださいました。で2人目の方はですね、その恩山寺から達永寺に向かっている途中、マダムと一緒に歩いている時にこちら差し入れしていただきました。で中はねこういうそば米雑炊とかのお湯で溶かすレトルトのやつ、それと、休息時間とかこういうケアグッズ、それとカップヌードルの
カレーですね。これ今日晩ご飯でいただこうと思います。いや本当ありがたいですね。いやーなんかね昨日と一昨日動けなかったじゃないですか。で正直ね休んでる期間やっぱすごい歯がゆいというか何とも言えないやっぱ心境にはなってたんですよ。っていうのが自分ね良くも悪くも他人と自分をね比較してしまう癖みたいなやつがあるんですよ。なんでそれがね時によってはいい方向に働くこともあるんですけど、それでねやっぱ、今まで遍路道で会った人とか最初からずっと一緒に行ってた2人とかもねもう多分今はもうはるか先に行っちゃってると思うんですけど、いやそういうのでねいやなんか俺はダメだなみたいな感じにちょっとなってた時間があるんですけど、でもやっぱりね今日歩きながら考えてたのは遍路って別にスピードを競うものじゃないんですよ。俺前回ね回ってた時はあの人を抜かしたとか何日以内で回りたいとかそういうことばっかりとらわれてて全然ねしっかり見れてなかったというか一歩一歩踏みしめて歩けなかったなっていうのがやっぱ後悔にはなってたんですよ。なんでそれがあるんで今回はゆっくり回ろうって行く前から決めてたのにどうしてもねやっぱ2日動けなかったらそんな考えになっちゃったんですけど、今日本当歩いててこの旅中にね人は人自分は自分っていう風にやっぱこの自分のペースをね乱さずにいい意味でねそういう風にできるようになれたらいいなって今日つくづく思いました。じゃあもうぼちぼちしてたらね多分今日雨降ってるんで暗くなるのも早いと思うんで寝床もある程度作って晩ご飯、こちらいただいたねカップヌードルカレーこれ美味しくいただこうと思います。はい、時刻は午後7時をちょっと回ったところですね。とりあえず寝床の準備ができました。本日はこんな感じですね。テントは使わずにネイチャーハイクのインフレータブルマットをピャッと引きましたんで、ここでもう寝ようかなと思います。で寝袋なんですけどこれですね、モントベルのインナーシュラフ、ちょっとね吹き込みがないかどうかって言われたらあるっちゃあるんですけど全然耐えれるぐらいの感じなんであれだけで多分大丈夫だと思います。それとねこの遍路小屋なんですけど若干ね湾曲してるんですよ。なんでねここのとこがちょっと落とし穴みたいになってるんでこれだけ気をつけないといけないですね。はいでも十分ですよこれだけで。今はねここのとこに結構大きい道路が通ってるんで車通りも多いですし、ここのねガソスタがずっと給油キャップを閉めてくださいって言ってるんですけど夜になるとね多分静かになると思います。そういうわけでねこちらこのいただいたカップヌードルカレーこれでもね食べて英気を養っておきましょうか。じゃあねお湯沸かしてる間に恒例の明日の段取りしときましょうか。で明日なんですけど皆さんお待ちかねの遍路転がしです。徳島県のね遍路道には1に正山2のおつる3に大龍っていうことわざがあって、1の正山はもうクリアしたじゃないですか。で明日2におつると3の大龍が同時に攻めてきます。というわけでまずですね第1の難所がこちらになります。20番札所鶴林寺ですね。で今ねここの下のとこにあるこの遍路小屋勝浦っていうこの道の駅の横のところの遍路小屋にいるんで、もう大体ね鶴林寺まであと5キロぐらいのところまで来てるんですよ。ただこっからもう全部上り道になりますんでなかなか、きついかもしれない。でそっから一旦下山してこっからですねまた山道をずーっと登っていった21番大龍寺っていうのが3の大龍ですね。で明日の予定なんですけどこの大龍寺をクリアした後は岩屋道っていうところを通ってずーっと下山していってその先にあるどっかで野宿するという、そういう予定でやろうかなと思います。一応ねルート的にはここから5キロ山道登って鶴林寺に行ってその後約7キロ先の21番大龍寺に行くっていう感じなんで、ここまでで12キロでそこから下山するって考えたら、どのルートを通るかにもよるんです。多く見積もってプラス10キロって考えときゃ、大体山道込みの25キロぐらい。今日がね30キロは歩いてないと思うんですけど25キロ以上は多分俺行ってると思うんですよ。27キロぐらい歩いたのかな。もしかすると明日は結構地獄見るんじゃないかと思ってます。この鶴林寺と大龍寺ってのはドーピングが使えないんですよ。なんでこれ2つ同時に登るんだったらドーピング使った正山寺よりもしかしたらきついかなって俺はちょっと思ってるんでそれなりに覚悟していきます。ちょっと早めに出ましょう。5時ぐらいに起きて6時ぐらいにはここを出たら余裕は持てんのかな。これが7時8時の出発になっちゃうと結構怖いかもしれない。なんで早めに出て余裕を持ってゆっくり登っていくっていうこの作戦でいきましょう。じゃあラーメンタイムです。もうええんちゃいますよ。なんか誰か花火しょるで。あれはなんか民間の人があげよるな。パン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 。よいしょ。じゃあ遍路小屋で食うカレーヌードルいただきます。ベリベリグーズデリシャス。めっちゃうまい。なんで野宿で食ったらこんな何でも美味しくなるんかね。すごいな花火。うまっ。
そういうわけでね、自分の方はこのカレーヌードル食べ終わったら、編集して今日は早めに寝ようと思いますんで、皆さんご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタン、あとインスタとツイッターもやってますんで、概要欄からインスタのツイッターのフォローもぜひよろしくお願いします。それでは次回難所越えでお会いしましょう。しばしのお別れです。バイバイ。